今回はミニキャラのベースとなる素体作成の2回目になります。2回目は体を作成していきます。よろしくお願いします。先にカメラについての説明をします。左側がデフォルトのカメラ、焦点距離35。右側設定したカメラ焦点距離150になります。左のデフォルトカメラを動かしてみます。近づくと縦に長く歪んだ感じになります。右のカメラは近づいてもあまり歪みが少ないです。モデリングをする時のカメラの焦点距離は150に設定すると近づいても歪みが少ないので作成がしやすくなります。それでは体の作成に進みます。フロントビューで立方体を作成してスケールで体に合わせます。チャンネルの入力のポリキューブの幅、高さ、深度の分割数を3にします。頂点などでイメージ合わせていきます。マルチカットでコントロールをしながらエッジループを挿入。頂点などでイメージ合わせていきます。サイドビューに切り替えてイメージに合わせていきます。ファースビューに切り替えて形状を確認します。角を滑らかにしていきます。四隅のエッジを選択してメッシュの編集、エッジフローの編集を使用して角を滑らかにします。上面のフェイスを選択して上に移動。腕の部分を作成していきます。腕部分のフェイスを選択して正四角形に整えます。フェイスで選択した腕部分に押し出しを実行。フロントビューでイメージに合わせて手首の部分まで押し出します。頂点でイメージ合わせていきます。マルチカットでコントロールをしながらエッジループを挿入。肘のエッジをループで追加していきます。ファースビューで腕の形状を確認します。エッジループを追加します。腕部分の角を滑らかに調整していきます。腕部分の角のエッジを選択し、メッシュの編集、エッジフローの編集を使用して角を滑らかにします。腕の付け根は頂点で調整していきます。モデリング、UV が作成がしやすいように中心にもエッジを追加します。首の付け根を頂点で絵になるように調整していきます。首周りのエッジも調整していきます。
足を作成していきます。フェイスで選択して押し出しで下に伸ばします。押し出したフェイスをスケールで水平にします。絶対トランスフォームの Y に0を入れて地面に設置させます。膝と足首にエッジループを挿入してイメージに合わせて形を調整します。サイドビューでも形を合わせていきます。足の角も滑らかにします。滑らかにしたエッジを選択してメッシュの編集エッジフローの編集を使用して足部分の角も滑らかにしていきましょう。エッジフローで形状が変になる場合は頂点などで調整。いろいろな角度から見ながらエッジの感覚を滑らかに整えていきます。関節部分にはエッジを多めに追加します。首部分のフェイスを選択して上に押し出します。手を作成していきます。手首をフェイスで選択して押し出しをします。
キーボードの3キーでスムーズ表示して形状を確認します。関節部分の形状はもう少し維持したいのでエッジを追加します。手首、肩、股、足首などにエッジループを挿入。手に親指を追加します。エッジを追加して均等に移動。親指の位置のフェースを選択して押し出しします。形を整えていきます。スムーズ表示しながら形状を調整。足の方も調整していきます。肩の方にもエッジを追加します。首の方にもエッジを追加します。いろいろな角度から形が滑らかになるように調整。
気になる箇所を調整したら、仮に色つけていきます。頭を選択してアトリビュートのカラーを選択して任意の色にします。フェイスで髪部分を選択します。メッシュの編集、複製を実行します。この複製は選択したフェイス部分の複製ができます。矢印を選択して少し大きくします。紙部分を選択して右クリックをしっぱなしで新しいマテリアルを割り当てでクリックを解除。新しいマテリアルを割り当てでブリンを実行。新しく割り当てたブリンの色を任意に変更します。紙を厚みをつけたいので紙を選択して押し出しします。矢印を内側に移動して厚みをつけます。黒くなっている場合は光線が裏なのでメッシュ表示。反転を実行で光線が表になります。耳を作成していきます。立方体を作成してフロントビューで耳の位置へ移動します。イメージ合わせてスケールで大きさを合わせます。チャンネルボックスの入力ポリキューブの幅、高さ、深度の分割数を3に変更。サイドからも形を整えていきます。大きな形ができたら頂点で形を整えます。フロントである程度形を整えたらサイドから形を整えていきます。耳の角度、外側に向くように調整。耳にカラーをつけます。右クリックをしっぱなしで既存のマテリアルの割り当て、体に設定したブリーチを選択して同じ色にします。左耳をコピーして右耳を作成します。左耳を選択してミラーを実行します。設定が表示されるので軸の位置をワールド、軸を X、マージの式位置を 0.001 くらいに設定します。体にも仮で色をつけます。フェイスで胸から背中にかけて選択し、パンツ部分もフェイスで選択。右クリックをしっぱなしで新しいマテリアルの割り当てでクリックを解除。新しいマテリアルの割り当てでブリンを選択し、アトリビュートのカラーで任意の色に変更。カラーをつけたので改めて全体の形状を確認して気になる箇所を調整したら体は終わりです。